今回はね、何をやっていくかと言いますと、こちらのフィギュアになります。じゃ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 ーん。こちらはですね、キラヨシカゲでございます。おい、ちょっと違うんじゃないかな。おい、いやいやいや、違うんだけど、もうネタバレ会ですよ。いやもうそうなんだけどね、もう違うんだけれどもさ、もうこれナナミンのフィギュアなんだよ。で、これあながち私嘘じゃなくて、今回キラヨシカゲにしたいと思います。いやー、これさ、なんかさ、いや、見る人が見たらちょっと思うと思うんだよ。その発想はなかったと。そうだよね。だけど聞いたら、いやなるほどみたいな感じになったんじゃない？これは最初に言っておきますけど、おふざけではございません。おふざけではございません。はい、私ナナミンもキラヨシカゲもどっちもすごい好きなキャラクターなんだよね。だからただどっちでも塗ったことないっていうところなんだけれども、いいところでしてやろうかなっていうところで、でもキラヨシカゲのフィギュアって、なんかこれなんだよなっていうのが俺的にはないんだよね。ない感じ。そうだからここでこれだというキラさんをねちょっと期待しておりますよ。いやでもね、いや私もさ、ぶっちゃけさ、ジョジョのフィギュアはさ、もっと塗りたいなって思ってたわけよ。はい。でそんな中でなんだろう、こっちから行くかみたいな、この角度から行くかって感じだと思うんだけど、まあ私らしくていいんじゃないっていうことでさ。まあね、でもね、なんとなくね、こうなんかね、ワクワクするような感じなんですよ、ナナミンは。まあ私もさ、いろいろリプレイでやってきたじゃないですか。ね、やってきたじゃん。みんなもいろいろ見てくれたと思うんやけれども、せっかくだったらなんて言うんだろうな、なんかみんながなかなかやりたくてもできないようなことをもうやっていこうかなと思って。まあそうだよね。まあなんだろう、私もさ、いろいろさ、まあいろいろっていうか、結構ワンピースのフィギュアをジョジョ化したりとか遊んでるじゃないですか。で結構すんごい私飾ってて、めっちゃこう満足してるんですよ。で視聴者さん的にもさ、結構ハマってくれてる方いて、自分もやってみようかなっていう人もなんか結構ね出てきてるんですよ。そうだよね。っていう中でちょっとこう面白い角度で、これはだからまあジョジョ化なんですよ今回は。いわゆるジョジョ化のくくりなんだけど、もうキャラもキラヨシカゲ風にジョジョ化してみたいと思います。今回はキャラのジョジョ化は初めてだよね。初めてだよ、ね、初めてなのでっていうことですよ。で私このフィギュアめちゃくちゃすごいかっこいいと思ってるんですわ。だからすんげえ楽しみ。もう本当にかっこいいから、クオリティ超高いから、こちらやっていきます。はい、ということで早速始めていきましょうか。じゃあ今日も塗っていくよ。シュッシュッシュ。よし、それではやっていきます。今回塗っていくのは呪術廻戦からナナミケントのフィギュアになります。映画がね、私なんと言ってもたまんなかったんだよ。呪術廻戦マジで映画本当に良かったわ。3回ぐらい見たもんね、マジで。フィギュア好きとしてはこの開封の瞬間がね、まず最高ですよね。ここから出すのをさ、ちょっとためらうというか、まあ保管用に買ってる人も多いと思うんだけどさ、なんていうかな、いざ開けるとなるとさ、予約開けるぞみたいな感じじゃん。そうだから最高なんだよね、この開ける瞬間がね。このフィギュアね、実は私すっごい前々から目をつけてて、非常にだから塗るのが楽しみなんですよ。台座もさ、この見ての通り存在感がある形してるじゃん。だからさ、それがフィギュアのかっこよさを一層ね、より一層引き立ててくれてますよね。あと分かりますかね、このポーズもめっちゃいいよね。今からさ、こう行くぞっていう、こう歩き始めるぞっていう感じがすごいいいですよね。あとこのフィギュアは顔の付け替えパートが付いてるっていうところもね、嬉しいですよね。どっちの顔で飾ってる人が多いんだろうとかも思ったんだけれども、今回私はジョジョ化をするということで普通のリペイントにはなりませんので、顔はこっちの方で進めていこうと思います。どこまでこうキャラが変わるのかっていうところも含めて、今回楽しみに塗りながら方向性を決めつつやっていきます。エアブラシ塗装の準備に入っていきましょう。顔は体から離した状態の単体パーツで塗装できるように、まずはクリップでしっかりと留めておきます。この段階でクリップから顔がポロって外れないように事前にくるくる回してチェックをするってことが大事。これただくるくる回して、これふざけて遊んでるだけじゃないからね。まあちょっとその要素もあるんだけどね、一応目的があるってことを今言っておきます。あとはこうすることで自分の手が汚れにくくなるし、何よりエアブラシが拭きやすいし、あとは乾燥する時も乾かしやすいので、めちゃくちゃ優秀アイテムだと思います。このクリップはなくてはならないっていう感じです。今回この台座はこの段階では汚れていいものとして
台座にフィギュアを装着した状態で、いわゆるフィギュアの持ち手としてガンガンこのまま塗っていきます。台座をそのまま使う場合はもちろんおすすめはできないし、やる場合は汚れないように保護をしてやるなどの工夫は絶対にいるとは思うんだけどね。ちなみになんでそうするかというと、今回この台座最後に色を変えるので問題がないという感じであえて利用しています。撮影はしてないんだけれども、この状態のフィギュアはペイント前に洗浄も忘れないようにしっかりとやっております。筆塗りをする時とエアブラシ塗装をする時では塗料の薄め液が入ってる割合が全然違うんですね。エアブラシを拭く時はさらっとした状態を拭くことになるので、まずは私の場合は小さな紙コップの中にあらかじめ拭く塗料を何色か作っておきます。そんな感じでエアブラシを拭く準備ができたので、早速拭いていきます。エアブラシ塗装をする時は部屋の換気はしっかりとすることをおすすめします。これはねみんな知ってると思うんだけれども、もしやられる方で知らない方はきちんと換気しましょうね。今回の塗装は主にエアブラシはスーツの占める割合が多いんだけれども、顔の色も変えていきます。ただここでの塗りは完全に完成に持っていくわけではないです。あくまでこの後の筆塗りの作業に入るまでの全体の塗りでエアブラシで全体に色をつけていくということをやってますね。なので顔の色もバババッと何色かで拭くんですけれども、筆跡を残したい塗りをすりますので、その段階で細かい調整をしていくっていう前段階の作業になりますね。なので私のやり方をそのまま真似して塗装した時になんか違ったなってなる場合ももちろんあると思うから、そのあたりは経験則でお願いします。それがおすすめです。やっぱりね、私思うんだけど、なんだかんだ自分がやった経験っていうのがなんだかんだ一番生きてくるから、身をもって体感したことが次にダイレクトに生きていくから、一回聞いたことも疑いながらやってみるのがね一番いいかなとは個人的には思ってます。マスキングテープはあくまでここの手に塗料をつけたくないよっていう大まかな保護ですね。はい、塗装ができました。エアブラシでしっかりと拭いて、微妙にねグラデーションも入っている状態になったんじゃないかなとは思います。まずは筆塗りに入る前にこの段階で一旦乾燥をしっかりとしていってから筆塗りの工程に入っていきます。エアブラシが塗り終わりまして、乾燥も終わったのでいよいよ筆塗りの作業に入っていきます。まずはね緑色に全部塗り直します。この段階でスーツの方に色がついちゃったりとかすることもあると思うんだけれども、そこら辺は分解をしてないので絶妙に避けながら塗っていきます。意外とね塗れます。もちろん慣れもあるんだよね。筆塗りすごくやってみたいけどやっぱまだ苦手なんだよねとか、興味があるんですけどねみたいな声はすごく届くんですよ。だけどねやっぱりこう難しいところもあると思うんだけど、できるようになると表現の幅とかできることがめちゃくちゃ広がるんですよ実際マジで。だから今は苦手だけど上達したいなと思ってる方とか、興味があるよって思ってこの動画見てくれてる方はぜひね私と一緒に今後も楽しんで筆塗りやっていきましょう。それにしてもねこのシャツよ、なかなか筆塗り泣かせだなって感じですよね。金色のストライプがめちゃくちゃ細かいのよね。本当にめちゃくちゃ均一にしようっていう風に、そこにとらわれることなく、もうスイ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 とファーファーファーってなんとなく感覚でファーっと黄色い線をたくさん描いていきます。そしたらなんとなくそれっぽくなります。はい、楽しんでやることも大事ですのでね。大部分のシャツの塗装が終わったので、ベルト、スーツのボタン、革靴などの細かなパーツの塗装をしていきます。このフィギュアは比較的色数は少なめのキャラだと思いますが、それでも数種類の色を使いながら塗っていくので、1部位もしくは1体塗り切るまで調色して作った色を切らさないように、蓋付き塗料皿のゼロカラーディッシュを使って塗ってます。これ一時保存しながら塗っていけるのでめちゃくちゃ便利なんですよね。簡易的な蓋がついていることで塗料皿の塗料の乾燥を遅らせることができます。なのでちょっと席を外す時とか作業を一時的に中断したい時にめちゃくちゃ優秀です。あとは皿がちょっと重くなってて、皿の底が滑り止め効果がついているから、片手がフィギュアで塞がれていても片手のみで塗料のかき混ぜもできるので筆塗りにも適してます。ボタンとかベルトなど比較的面積の少ない細かい部分の塗装はエッジを塗るときに筆のコントロールが難しく細い線が引きにくいと苦労する時があると思います。そんな時まずはあらかじめ一番外側に来る色を全体に塗り、
その後エッジ部分を残すようにして中心から外に広げるように塗っていくと、筆先の細かいコントロールが多少軽減されるのでやりやすくなるんですよね。なので一つのやり方として覚えておくと役立つかもしれません。髪の毛と顔の塗装に入っていきます。まず髪の毛を全体的に塗り替えます。色としては同じ黄色なんだけれども色味を変えるっていう感じですね。あとは最初に拭いた肌の塗装が髪の毛にもかかってきて濁ったりもしてるので、いずれにしても塗り替えが必要という状況です。使っていく筆のサイズはゼロカラーブラシの普通サイズ。普通サイズは手先を整えればさっき塗ってたボタンだったりとか細かい部分にも十分に対応できるので、結構万能だとは思います。チビも意外と広範囲塗れるので、そこら辺は好みで使い分けって感じですね。キラーは前髪がちょっと垂れていてちりめんみたいな形がデコサイドにあるけど、ナナミンはないから、本当だったらめちゃくちゃこだわるのであればここでプラスで造形を追加していくともうちょっと似るんですけど、印象的には。ただしかし今回は塗りだけであくまでどこまで似せられるかというのも楽しみながら塗っているので、フィギュアの造形はこのままでいじらずに進めていってます。顔の描き込みができるともう本当にフィギュアがどんどんもうそのキャラに近づいてくるなという印象になってくるんだけれども、今回ナナミンのフィギュアをキラーにしようって思った理由の一つの要素として結構大きいのがこの顔の骨格なんだよね。この顔の骨格がすごくそのまま活かしやすいなって思ったんですよ。なのでそのまま活かして塗ってます。こんな感じで自分がある程度納得するまで確認しながら進めていきます。顔のバランスっていうのはやっぱり近くで見れば見るほど細かい部分はもちろん目につきやすかったりはするんだけれども、やっぱり引きで見た時の印象と近づいて見た時の印象って全然違うんですよね。ここら辺の確認をしっかりするにはやはりフィギュアを離して見るっていうのがすごく大事なんだよね。線入れに入っていきます。黒色でやっていくんですけれども、その前に明るめの色で彩数調整をしていきます。スーツの色もですね、紫と一言で言ってもいろいろな紫色があるからそこを決めるのがねまた楽しいんですけど、今回のカラーは赤みを感じる紫ではなく青みが強めのカラーにしています。シワの盛り上がった部分とか光を特に感じさせたい部分にはグラデーションで明るめに色を置いているんですが、ここでさらに筆を使って明るいカラーを重ねていきます。エアブラシでの塗装を基準に塗るという行為を考えていくと、筆塗りイコール塗りムラが出るイコール塗りムラはダメみたいなイメージがある人もいると思います。しかしここではむしろあえて塗りムラを出していきます。今回 POP3 スキャナーを使っていきます。実は POP2 っていう前作があるんですけど、それのアップグレードバージョンですね。まだこういう 3D 系は正直慣れてないんだけど、これマジですごいです。まず中に入ってるものを確認からしていくんですけど、スキャナーの本体、 3D スタンドとリリースキット、スマホホルダー、USB ケーブル類、サンプルの彫像、キャリブレーションボード、点々がついてるボードですね。あとターンテーブルっていう感じですね。いろいろ入ってるんですけど、組み立てもめちゃくちゃ楽です。ちょっとネジを回したりとかカチッとはめ込んだりするだけです。こういう 3D 系の機械ってちょっとね苦手意識があったりするんですけど、そんな私でも説明書を見ないで組み立てができるレベルです。今回使うのはスタンダードキットなのでいろいろセットになってるんですけど、このモバイルバッテリーは付属せず別売りなんだけど、こういうのもあると便利ですよね。なんといっても無駄な線が卓上になくなるので取り回しがしやすいですね。実際私が使ったのはスキャナーの本体とターンテーブルぐらいなんですけど、使い方は超簡単でした。一見難しく感じたんですけど、細かいことにこだわらなかったら使ってみると案外サクッといけます。そして今回 3D スキャンするのはこの紙袋です。やっぱりキラと言ったらこの紙袋は外せませんね。もう絶対にやりたいと思ってました。それではちょっと自然な感じが出るように袋の中に実際に本物のパンを入れてスキャンしていきます。サンジェルマンで買ってきました。スキャナー本体とパソコンを USB ケーブルでつないでレボスキャンというソフトで開始と完了をするだけという感じでした。細かいことめっちゃはしょってますけど割とまとえてると思います。どうやら前作の POP2 と比べてアルゴリズムが向上してるようでスキャンがスムーズになってるみたいですね。なんかスキャンするときに
光をバババって出して、それで物体を認識させてるっぽいんだけど、その光の量も本体についてるプラスとマイナスのタッチパッドで調整ができるんで、結構直感的に操作できていいですね。あと開始と停止のボタンもあるので、それも直感的です。いいですね。こういうのって手持ちでやるとブレブレでスキャンができないのかなとかも思ってたんだけど、割と綺麗にスキャンできました。結構感動しました。なんといってもソフト上で自動で縦とか横とか向きを自動でね検出してくれるので、なんだかよく細かいことがわからない勢の私でも簡単に使えました。私の中でのスキャンのイメージってもっと荒々しいのかと思ってたんだけど、正直ね本当にかなり成功で驚きました。おそらくなんだけど、私が知らないところできっと最初に抱いてた 3D のスキャンの技術って多分めちゃくちゃ進化していってるんだろうなって感じましたね。おそらくこの先もいろいろ変わっていくんだろうなとか思いながら、めちゃくちゃ楽しみになりました。もしかしたら、プリンターとかが自宅にある人もいると思うんですけど、そんな感じで気軽に 3D スキャンをやる人たちも結構増えてきたりするのかなとか、なんかそんなことも思いましたね。こんな風にカラーで表面の色とかもこんなに再現度が高いなんて、もうシンプルにすごいですよね。でも結局プリント出力するときは表面の柄とかは無視されて出てくるんですけどね。ただまあ今回私はそこら辺は塗りが好きな人間なんで、あえて塗りで表現して塗りの味を楽しみたいと思いますので、全く問題はないんですけれども。そしてスキャンが終わったら 3D プリンターでいよいよプリントしていきます。大きさがそんなに大きくないので2時間弱で完了しました。結構早いなという印象でしたね。そして洗浄とかもろもろやって塗りに移行していきます。この紙袋の中には何が入っているのかなと妄想を挟みながら袋の仕上げに入りましょう。一度目サイズ感の出力に失敗してしまっているのでサクッとやっちゃいましょう。今回塗っていく紙袋のサイズはこれぐらいの大きい方ですが、漫画やアニメと比較するとおそらく気持ち大きめに出力してしまっていると思いますが、しかしですね、こちらの方がぶっちゃけ筆書きがしやすいのではということと、フィギュア的には今回重要な役割を担うパーツでもあるため、少し大きめなくらいがかえって目立っていいのではという独断のもと、このサイズ感での採用となりました。出力後すぐ塗装できる状態ではありませんので、まずはリューターでねガリゴリと表面を整えてからヤスリで表面も滑らかにしていきます。その際電動のものと手動のものどちらも使って進めていってます。ちょっとヤスりすぎたかなとしても、その方が描きやすいだろうという判断で気持ち多めにヤスっています。とはいえ荒削りな部分もありますので、サフである程度傷をしっかりと埋めてから一度乾かして、まずは茶色の紙袋へと塗っていきます。そこまで終えてようやくロゴを描いていきます。漫画アニメどの表現にするかというところでしたが、こっちにするというよりかはかいつまんで雰囲気で仕上げることにしました。バランスや文字のフォントも神経質になりすぎずに、ぶっちゃけ雰囲気で仕上げてます。図柄の塗装はもちろんなんですけれども、文字の塗装をする際にしっかりとコシのあるゼロカラーブラシのチビは結構大活躍してくれるので、文字を書く際にもおすすめです。お待たせしました。呪術廻戦七海賢人のフィギュアを今回キラヨシカゲに塗り替えました。何度目かのジョジョカフィギュアが完成です。ツイッターで進捗を上げてましたが、予想してくれた皆さんありがとうございます。当たりましたか？どうですか？割と思ったよりもこれはもうキラヨシカゲになったんじゃないですかね。この状態でですよ、もしパッケージに入ってたら、あれこれ七海だよねとはならないぐらいの雰囲気にまで持ってこれたのではないかな
と思ってもいいでしょう。素顔パーツが付属していたことで実現した塗りでもあるので、完成した今こそ企業努力に心からありがとうと感謝の気持ちもマシマシです。キラヨシカゲ特有の前髪ちょろりがないということで心配していた髪の毛に関しても前進してるポーズだからでしょうか、見ようによってはちょろりは風で後ろに流れているという見方もできるナイスポーズであったことから、キャラの垣根を飛び越えてもさほど違和感のない印象に仕上がったのではないでしょうか。今回フィギュアの大部分を占めるジャケットですが、さりげなくも大胆にハイライトカラーを取り入れた塗装をしたことで、パリッとクールだったジャケットが透かした高級ブランドのジャケットに見えてくるので、透かした高級ブランドのジャケットにも見えてくるので、塗装って本当に簡単な魔法ですよね。台座塗装はこのカラーにして正解でしたね。作品ごとの異なる世界観ってありますけど、台座で空の表現をしたことによって叙々感がめちゃ増しました。そもそもイエローとパープルの相性が良すぎることもフィギュアの色彩としての完成度を高めてくれていて最高です。マジでやってよかった。そして今回より叙々化、明らかに大きな仕事をしてくれたのが、なんといってもさっきサンジェルマンで買ってきたんだぞの紙袋の再現がしっかりできたということでしょうか。文字や図柄の書き込みこそ少々大胆なものの、これは袋を持たせることに意味がありました。 3D プリンターといえば何にどう使うかわからないし難しそうというイメージがある人もまだまだ多いのかもしれませんが、こうやって実際に活用してみてまた何かで使いたいという欲がすでに湧いちゃってるし、正直フィギュアコレクターとの相性が良すぎるというのが私の感想ですね。今回の動画が少しでも面白かったと思ってくれたらチャンネル登録、高評価お待ちしてます。